皆さんこんにちは。ミステリーマーブルです。今日はなぜ私が窃盗時のミステリー、略して MYS を使うのかについてお話しします。これにはトーマス・デイリー選手や宇多田ヒカルさんも関係してきます。今年ももう年の瀬ですね。本年2021年はここ日本で東京オリンピックがありました。オリンピックのシンクロナイズダイビングを見ていますと、面白い光景が目に飛び込んできました。競技中の観客席で黙々と編み物をする、しかも若い男性がいるではありませんか。私にはその方だけ別の空間のように際立って見えました。一体この人は何をしているのでしょう。まさか次回のパリオリンピックで編み物が新競技に採用されたとか。その後7月26日に男子シンクロ高飛び込みで金メダルに輝いたイギリスのトーマス・デイリー選手であったことが分かりました。編み物はご自分のマインドフルネスにとても役立つのだそうです。僕はゲイでなおかつ五輪金メダリストと今大会発言したことでも有名になりました。アカデミー賞受賞の脚本家で映画プロデューサーのダスティン・ランス・ブラックさんを夫とし、息子のロビーちゃんと暮らしています。近年 LGBTQ など性の多様性を理解し認めるという社会的な大きなうねりのようなものを感じます。その少し前、2021年の6月に宇多田ヒカルさんがこんなことをインスタグラムに投稿されていました。毎回ミス、ミセス、ミズのどれかを選ばなくてはいけないことにうんざり。婚姻状態や性別を前面に押し出す呼ばれ方に違和感しかないし、どの窃盗時もしっくりこない。宇多田さんはノンバイナリーだそうで、ノンバイナリーとは男女二元論にとらわれない人のことを指します。その結果、ミスでもミセスでもミズでもミスターでもなく、誰もが使える継承ミステリーを提案されたのです。ミステリー宇多田、略して MYS 宇多田の誕生です。確かに男性だけいつもミスターというのも変ですし、トーマス・デイリー選手に代表される LGBTQ の方々もいらっしゃいますので、 MYS という窃盗時は That's awesome、 めっちゃいいじゃんって思ったんですよね。本家アガサ・クリスティはミス・マープルなのでミセス・マープルとするのも一度考えたのですが、宇多田ヒカルさんに触発されて、やっぱりミステリーマープルでやっていこうと思いました。アガサとしても当時のジェンダー論には納得がいっていなくて、タイトルの籠城ミス・マープルにそれが現れていると思います。最後に私たちはどうするべきかですが、現在窃盗時ではミックスというのが提案されているそうです。使うときいかがですか？ミックスマープル、ミックスベジタブルは好きなんですけれどね。宇多田さんの提案するミステリーの方が、一体この方はどういう人かしら、結婚はしていらっしゃるのかしらなど、そ
その方のミステリーを楽しむ余裕も意味も感じられて私は好きです。さすが宇多田さんは作詞をなさる方ですね。世界的に多様性の時代、差別するよりも応援するような心持ちで、皆様もミステリーという継承を広めてみてはいかがでしょうか。さてここからはおまけ動画です。こちらグロー12月号増刊号の付録なのですが、何だと思われます？ワイルドストロベリー柄のお化粧ポーチ？ところがファスナーを開けてみると、中にはまたファスナーがバックインバック状態。それともマトリョーシカかしら。皆様は不織布マスクいつもどのように保管されてますか？買ってきたまま箱の中が普通ですよね。ところがこちら、ありそうでなかったマスク収納ケースなんです。早速不織布マスク入れてみます。マスクの色はラベンダーです。これは血色マスクといって顔色が明るく見えるんですよね。あら、ぴったり50枚入りました。下に保管用マスクを入れて、上に当分使うマスクが入ります。外側の蓋を開けると、じゃじゃーん、ティッシュのようにマスクが取り出せます。ちょっと引っかかりそうな耳紐の部分はご愛嬌。内側は抗菌加工、ウェッジウッドブルーが綺麗です。蓋もマグネットボタンでしっかり閉まって衛生的。玄関先にでも置いておいたら、確かにこれは QOL が上がってしまいますね。QOL は Quality of Life のことです。介護とか看護で使われますので、高齢者の皆様には伝わりましたでしょうか。自宅で好きなもの、美しいものに囲めることは幸せ上手さん習慣なのだとか。星ひとみさんが本でおっしゃってました。この動画の終了画面に星さんのインタビュー YouTube 貼っておきますね。ともかく実力派のマスクケース、ご自宅のパワースポット化に取り入れてみてはいかがでしょうか。きっとときめくと思います。それでは今日の動画は以上です。よろしかったらチャンネル登録、いいねボタンのクリックをお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ではでは、またね。